アニメ化。時は宇宙世紀0087。何度も打ちのめされても立ち上がるパイロットが操る、まるで昆虫のような可変機。驚異的な速度と火力でユーゴの脅威となったこの機体は、悲しみと特殊機だらけの奇跡を持つ存在であった。ガブスレイ。型式番号 RX110。テレビアニメ「機動戦士ゼータガンダム」に登場。レユーゴとティターンズの対立が激化していたグリプス戦役。ティターンズは大型で強力なモビルアーマーを所有していたが、後のゼータガンダムのような小型で運用しやすい可変機は持っていなかった。そこでティターンズは接触してきたパプテマス・シロッコの才能に目をつけ、彼にその設計を委任。シロッコの独創的な設計思想により、ティターンズ初の本格的な可変モビルスーツが誕生しようとしていた。それが衝撃的すぎる起源を持つ可変機ガブスレイである。主なパイロットは不器用すぎる男と献身的すぎる女性。男の方はある意味ティターンズの運命を変えてしまった失言王であり、何度もやられながらも心が折れない強すぎるメンタルを持つ兵士ジェリドメさん。もう一人はそんな彼を心底支えるために部隊替えまで行い共に行動するも、その思いゆえに悲劇の運命へと向かうことになる女性マウアー・ファラオ。本機はこれまでのティターンズ機にはない小型の可変機であり、幅広い戦術を持つ機体として作られており、装甲材はガンダリウム合金を採用しているため高い強度を維持している。さらに骨格はムーバブルフレームを組み込み、コックピットには全天周囲モニターとリニアシートが採用され、パイロットの安全性や広い視野を安定して確保できるものになっている。頭頂高は 18.5 メートル、推進力は総計12万 5200 キログラムで、モビルアーマー形態時には27万7200キログラムにまで上昇。単純なスペックで言えば、ギャプランより小さく速いといった理想的な性能になっている。そして本機の可変機構は意外と複雑で、モビルスーツ形態からモビルアーマー形態への完全な変形プロセスは、両すねの装甲を縦に開き、逆エビ固めのように全身を後ろに倒しながら、膝下のムーバブルフレームを外に出し、同時に腰部のフロントアーマーを閉じて、背面のリアアーマーを外側に開き、両袖に前腕部を収納して、ヘッドカバーを頭部側に移動。最後に両脚部のフレームからクローアームを展開し、フェダーインライフルを背面に装着することで完了。高速移動からの射撃はもちろん、クローアームによる接近戦までこなせる形態となっている。ちなみにガブスレイの変形機構は独特のもので、モビルスーツ形態とモビルアーマー形態の2つの形態がメインとなるほとんどの可変機と違って、中間形態も存在する。この第3の形態は、脚部のみモビルアーマー形態に変形したような状態で、鉄器を脚部で掴んで動きを封じるといった用途で使われるようである。この3段階変形により、ガブスレイは普通の可変機とは異なり、まるで鉄器を鷹が狩る魚のように扱うことができるなど、より柔軟な戦略を展開できるようになっている。武装に関しては頭部に主に牽制や迎撃用として30ミリバルカン砲を2門装備。両肩には高出力のメガ粒子砲が搭載されているのだが、これは鉄器と組み付いた時に使ったり、モビルアーマー形態でも気軽に使える優れものである。腰部には拡散ビーム砲が2門設置。これに関してはドムの胸部ビームと同じで、主に目くらまし用であるらしい。近接戦闘用には両腕部に2機ずつ、計4機のビームサーベルを装備している。そして主要な携行武装として、アラビア語で戦士を意味するフェダーインライフルがある。これは出力 6.6 メガワットの高性能ビームライフルで、長距離射撃に特化したものであるが、これは何気にスーパーガンダムのロングライフルに匹敵する威力らしく、ひっくり返すことでビームサーベルも発進できるといった本機の火力を大きく支える武装になっている。ガブスレイはこれらの武装を駆使してさまざまな戦闘スタイルを取ることができるのが大きな長所である。しかも長距離はフェダーインライフル、
中距離はメガ粒子砲、接近戦は2種類のビームサーベルなど、何気に遠距離から接近戦までマルチにこなせる万能機でもあった。そして天才の力で形を成した本機はテレビ版「機動戦士ゼータガンダム」第21話でジェリドとマウアーが乗り込み、シロッコのメッサーラと模擬戦を行った後、初陣を飾ることになる。ジェリド機は神指弾のガンダムマーク2のビームライフルを避け、エマシーンのリック・ディアスをあっさり中破させることに成功。激戦の中でジェリド機はガンダムマーク2の背後を取り、あと一歩で撃破寸前まで追い詰めるという第1話で殴られてから始まった因縁をついに終わらせる寸前まで行ったのである。しかしよりによってジェリドはマウアーから早くとどめを刺せと言われる中で、カミーユをじっくり調理するというコースを選んでしまう。それが見事に仇となり、エユーゴのアポリー・ベイが運んできたゼータガンダムに後ろから撃たれ、一気に不利な状態に突入。そこからは同機の攻撃で損傷した挙句、乗り捨てられて撃破されてしまうという、骨を切らせて肉も立てなかったような結果になったのだった。続いて2戦目ではジェリドがサラザビアロフとシドレが狩るマラサイを引き連れ、メタスと G ディフェンサーを輸送中のレコアを発見し攻撃を仕掛ける。ジェリドはどうにか撃破しようと一緒についてきたマラサイ2機にもダメ出しをしながら戦うが、増援が来る中引き際を間違えた結果、シドレを失う結果を作ってしまい、その状況に恐怖したサラにも勝手に撤退されるなど、失態に失態を上乗せするような状況であった。その後月のフォン・ブラウン周辺の戦いでは、クワトロバジーナの百式との交戦中にカミーユのゼータガンダムを捕捉し、ほとんど背中がガラ空きの状態でゴリ押しで同機を仕留めようとするも、そんな無謀すぎる戦いを危惧したマウアーがそれを阻止し、脚部のクローで百式を持ち上げ追い詰める。しかしそれもゼータガンダムに妨害されてしまい、結局両機とも取り逃す結果に終わっている。その後も頑張ってゼータと交戦するも一歩及ばない中、ジェリドにはマウアーと恋人同士になっていたりと良いこともあったのだが、サイド2ではティターンズの毒ガス作戦に不本意ながら参加。ジェリド機はカミーユのゼータガンダムの行く手を阻む中で右足を切られて逆に追い詰められてしまう。しかしそこで必死に彼を死なせまいとするマウアーの援護により事なきを得ることはできたのだが、彼女がフォローしきるのも限界があり、残酷な結末が待っていたのである。第30話で2人はコロニーの残骸地帯での戦闘に参加。ジェリドとマウアーのガブスレイは野残隊が敵部隊の主力を引きつけている間にテウスナ・アーガマに襲いかかった。その攻撃はアーガマのブリッジ付近居住ブロックまで大打撃を与え、駆けつけてきたゼータガンダムも追い詰めるという見事な活躍を見せた。しかしその後アーガマの防衛のために逃げる同機を深追いした結果、形勢を逆転され撃破される寸前まで陥るのである。しかしマウアー機がジェリドをゼータガンダムの攻撃からかばって爆散。彼女を失ったジェリドは怒りと悲しみの中、同機に襲いかかるも両足を破壊され、一度は意識を失ってしまう。しかし精神体となったマウアーと出会い、彼女の声を聞いた後再び覚醒し、アーガマに特攻を開始。この時のジェリドは主人公属性でも持ったのかと言わんばかりの構成で、メタスを中破させたと同時にネモ2機を撃破。被弾しながらアーガマに肉薄して一撃を加えるも最終的に耐えられなくなり、そのまま撤退を余儀なくされたのであった。ちなみに劇場版「機動戦士ゼータガンダム2恋人たち」ではそんなジェリドと本機の最後のシーンがカットされている。しかしそれでも出番はそこそこ多く、存在そのものがなかったことにされたサイコガンダムマーク2よりはかなり待遇は良かったようである。さらに漫画「機動戦士ガンダムバルプルギス」では宇宙世紀0089にシロッコの復活を目論むジュピトリス残党組織クランが運用する2機のガブスレイが登場している。ティターンズ機は表向きには組織の崩壊後に連邦に排除されていく運命であったが、
一部ではこうして運用されたパターンもあったようである。さらにただ運用されたというだけではなく、本機はさまざまな特徴を持つ特殊機ばかりを生み出していた。個性派だらけのガブスレイ。まずはアドバンス・オブ・ゼータエユーゴの総翼に登場したガブスレイ・フギンとガブスレイ・ムニン。外観はティターンズカラーのガブスレイといった感じの仕様であるが、この2機の最大の特徴は純サイコミに相当する官能波コントロールシステムシャーマンフレームの搭載及びデータ収集機である点。これは何かというと、パイロットの動向の変化、視線、筋肉の動きといった日常的な身体データを収集し、その情報から次に起こしそうな動きをコンピューターが予測して機体制御をサポートするというもの。その発動は官能波を検知した時だが、ニュータイプが発しているようなものではなく、一般兵が持つような微弱なもので十分。反応速度がパイロットより速いため、そのデータを反映した機体では予想される最悪の状況の回避から完全に人間の感覚と変わらないような動きを見せた者もいたようである。公式設定によると、その技術の起源は9世紀時代の電子技師や強化外骨格にあるということらしい。また両機の違いは外見的な特徴以外に、フギンは式側であるためセンサー性能を重視したもので、ムニンの方は強化人間用に設計されているため機動性や追従性が高められているのが特徴であった。そしてフギンとムニンはグリプス戦役時のゼダンの門の戦いに投入されている。続いて最近機動戦士ガンダム UC エンゲージに登場したおそらく一番正統派な発展機であるガブスレイ・ベータ。こちらは可変機部隊の指揮官機として再設計されたもので、剣部メガ粒子砲をシールドに換装し、腰部にミサイルポットや新たな武装であるフェダーインライフルマーク2を装備。指揮官機というポジションもあって、頭部のセンサー類も強化されている。この機体の具体的な戦果は不明であるらしいが、グリプス戦役終盤に戦場に投入されたと言われているらしい。そしてグリプス戦役が終わり、その6年後が舞台となる漫画 UCWO94 アクロス・ザ・スカイではナイトロシステム搭載型ガブスレイが登場している。このナイトロシステムとは、ニュータイプ能力に目覚めることができる代わりに人格が凶暴化するという恐怖のシステムで、このシステムを実験台として組み込まれたこの機体はオーストラリアのとある曰く付き倉庫にて実験機だらけのモビルスーツ部隊と激戦を繰り広げている。ここまででも結構な曰く付きガブスレイであったが、移設の宇宙世紀では極物系バリエーションまで存在している。それがこのガブスレイ・ジュピター。こちらは月刊模型雑誌ホビージャパン1987年9月号から1988年2月号にかけて連載された企画、タイラント・ソード・オブ・ネオファリアにて名称のみ登場したものである。まさかの名前だけの存在であるため、ジュピトリスのシロッコが作ったという事実を除けば謎だらけな存在であった。一方でこちらのシロッコはメッサーラ・ディノファウスト・アルファという機体も作っているのだが、この機体はダブルゼータガンダムを5秒で制せるくらいの性能を持つ主役機、タイラント・ソード・カイ・アグレスの足止めくらいはできているため、少なくとも同じ場所で作られたガブスレイ・ジュピターも同様のレベルの存在である可能性が高そうである。またかなり先の未来の宇宙世紀 O169 が舞台となる機動戦士クロスボーンガンダムダストでも、モビルスーツ形態がガブスレイのような形状、モビルアーマー形態はザクレロという実質2つのジオン機を掛け合わせた特殊機であるガブレロがサイド3で登場している。こうして高い戦闘力をアニメで存分に発揮してきた本機は、終わりは無念ではあったものの、ひときわある意味輝いたガブスレイシリーズを作り出していたのであった。そしてガブスレイにはとんでもない誕生秘話がある。余談。ガブスレイをデザインしたデザイナーの藤田和美氏によると、本機の腰部はなんとファッション誌で見たフレアスカートがモチーフになっているという。しかも額のデザインはまさかのジェリドメサのリーゼントである。
フレアスカートを履いたジェリド。想像するとこんな感じだが、それがメカになる。つまりは本機はぶっちゃけメカジェリド的な存在だったのであった。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。